あなたには絶対に知られたくない秘密がありますか？ 2015 年4月22日、アメリカオハイオ州ニューコンコード早朝、マスキンガム大学の女子学生社交クラブの寮内で学生たちがある女性の噂話をしていました。エミリー体調が良くないみたい。胃腸炎だって。女子学生たちが噂していた21歳の女性エミリー・ウィーバーはその日、もう何時間もトイレにこもりきり、成績優秀でスポーツ万能、それでいて思いやりのある性格のエミリーは友人からも慕われており、多くのルームメイトがその身を案じていました。そんな友人たちの心配をよそに、この時エミリーは便器から拾い上げた赤ちゃんをゴミ袋に詰めていたのです。トイレで子供を産み、そのままゴミ袋に包んで捨てた女。自分の子をゴミに出した彼女の異常行動の理由とは？取り返しのつかない犯行に及んだその女性は、悪いことをしている時間が一度もなかったんです。おさすけじゃねえ。やみやみこです。というわけで、やみこさん、行ってきましたよ。ついに教科書に出てくる歴史的建造物といえば何でしょう？そうです。ピラミッドでございます。ギザのピラミッド言ってきましたよ。ギザピラミッドがね、3つ立ってまして、教科書で見たし、そんな感動しねえだろうと思って行ったら、最高。何が最高だった？もうね、でけえ、160メートルぐらいあるんだよ。これが4000年前にあるんだって、シンプル感動したね。ラクダ乗ったんですよ。これがファラオの見る景色かな。おすすめ、あと2つあって、1つは大ピラミッド博物館。日本語がちゃんと書いてあるの。3つ目がシャルムエルシェイクっていう。何それ？カイロのちょっと右側にあるんだけど、アラジンみたいなさ、なんかランプがバーってついてて、オレンジの照明みたいな。だからなんか絨毯とかがいっぱい並べてあったりとかね、2時間並んで待ってたら、男だけで入れませんっつって入店拒否されたんで。なんで？女性だけか男女じゃないと入れないので、ファルシャカフェの隣のカフェで、シーシャ吸いながら指くわえて悔しいって言いながらファルシャカフェのやつら見てたずっと。なのでね、ピラミッド、大エジプト博物館、そしてシャルムエルシェイクのファルシャカフェ、入店拒否をしたあのエジプト人だけマジで絶対許さねえんだけど、3つともね、おすすめなんでぜひね、行ってみてください。今回はアメリカで起きた新生児の殺害事件をご紹介します。トイレでね、出産した女性が生まれたての赤ちゃんをゴミとしてね、流してしまうっていうね、本当に考えられないような衝撃的事件なんです。日本でも聞いたことあるかも、同じようなね、状況の事件が。仮にもね、どんなとこで産んだとしてもさ、自分の子供をゴミ箱に捨てるなんてことなんでできるわけ？実はね、そういった行動に出る女性は、心が痛む前に、そもそも状況理解が追いついてないっていうパターンが多いんです。今回はね、そのあたりの心理含めて深掘りしていきたいと思います。事件はアメリカの大学では一般的なソロリティと呼ばれる集団の中で発生するんです。血まみれのトイレ。2015年4月22日、アメリカ・オハイオ州ニューコンコード。夜遅く、マスキンガム大学のソロリティ、デルタガンマシータのグループチャットに次のようなメッセージが送信されました。スタディルームのトイレを汚したのは誰？早く掃除して、まるで殺人現場みたいよ。メッセージの送り主は、このソロリティの寮長を務める女性。ソロリティというのは、アメリカの大学に在学する女子学生の社交クラブのこと。メンバー同士で協力してボランティアなどの社会貢献をしたり、勉強したり、互いにサポートし合い成長していける関係性を築きます。日本のサークルよりも結束が固いのが特徴で、多くの場合は一つの寮に集まって生活しているのです。そんなソロリティの寮内でこの日問題となったのがトイレの汚れについて、まるで殺人現場みたいと言われるほどにトイレが汚れていたことにはただならぬ事情があったのです。ねえ、スタディルームのトイレの件だけど、あれエミリーだよね。今日ずっと体調悪そうだったし。絶対そう。本人は胃腸炎って言ってるけど、もしかして流産したんじゃない？寮長からのメッセージを見ながらそう会話を交わしていた女子学生2人。実はソロリティのメンバーエミリー・ウィーバーには何ヶ月も前から妊娠の噂があった。彼女はルームメイトの前で着替えるのをあからさまに避け、お腹周りを隠すかのように大きめのスウェットを着用。椅子に座るときは必ずクッションでお腹を隠していた。ソロリティのメンバーはエミリーに体調が悪そうな日が多く、以前より睡眠時間が増えたことにも気づいていた。そしてねえ、もし流産したならあの子赤ちゃんをどうしたの？血まみれになったトイレの様子から最悪の事態を想像した女子学生2人。彼女たちはすぐに寮の外へ飛び出しゴミ捨て場へ走った。そこには液体が漏れ出しているゴミ袋が一つ。その袋はただの生ゴミにしてはやけに重く感じた。恐る恐るその袋を引き裂き中を覗き込んだ女子学生。すると食べ終わったスナック菓子の袋などの間から確かに小さな人間の足が突き出ていた。
ゴミ捨て場から新生児の遺体が見つかったことで、そこからデルタ、ガンマ、シータの量は救急車や警察が駆けつける騒動に。そんな中、出産した当の本人のエミリー・ウィーバーは我関せずの様子で、自室のベッドであぐらをかきながらパソコンに向かっていました。赤ちゃんはもういない。処理したわ。自分が産んだ子供に対してさ、処理したなんてもうなんか、物のように扱って人間とも捉えてないじゃない。まあそんな言い草をしたのもね、エミリーの中では出産したっていう認識が抜け落ちていたからなんです。その時のちょっと彼女の心理状態っていうのを深掘りしていきたいと思います。苦し紛れの思い込み。ソロリティ内で妊娠を疑われており、当日血まみれのトイレに何時間もこもっていたエミリー。その事実からゴミ捨て場で見つかった新生児の遺体は彼女が産んだもので間違いないと思われました。しかし到着した救急隊が産後のケアを申し出ると、出産なんてしてません。エミリーはそう言い張り、頑なに病院へ行こうとしなかったのです。彼女は警察の取り調べでも出産などしていない、そもそも妊娠していないと絶対に容疑を認めませんでした。言い逃れなどほぼ不可能なその状況で、なぜエミリーはそれほどまでに出産の事実を隠そうとするのか。実は彼女は隠しているのではなく、本当に自分が出産したという実感がなかった可能性が高いのです。時は遡り、事件の前年にあたる2014年の秋、エミリーは憂鬱そうな表情でスマホの着信画面を見つめていました。表示されているのは大学のウェルネスセンターの番号。彼女はしばらくその画面を見た後、電話を取らずに切ってしまいます。この少し前、避妊薬のピルをもらいにウェルネスセンターを訪れたエミリー。彼女はその際念のために妊娠検査を受けており、先ほどの電話はおそらくその結果を知らせるものでした。ウェルネスセンターからはもう何度も電話やメール、さらに書き留めまで届いていましたが、エミリーは開封すらしていません。彼女はそれらの連絡が自分に告げようとしている現実をどうしても受け入れたくなかったのです。エミリーのお腹は明らかに大きくなっており、ソロリティ内でも妊娠について尋ねられることが多々ありました。しかし彼女は何度聞いても妊娠などしていないと否定するばかり。友人の中には妊娠中ならお酒は飲まないだろうと考え、鎌をかける意味でお酒を勧める者もいました。ところがエミリーは妊娠中の身に関わらず、お酒を飲み喫煙までも、そうやって周囲に妊娠がバレないよう必死に振る舞っていたのです。出産直前の2015年4月にはソロリティ対抗のドッジボール大会にも出場。エミリー大丈夫？激しく転倒しながらお腹でボールを受け止めたエミリーにチームメイトたちは慌てて駆け寄りました。この時も周囲は気が気ではありませんでしたが、エミリーは涼しい顔で競技を続行。全然大丈夫！続けるわよ！エミリーは成績優秀かつスポーツ万能で、思いやりのある性格から友人たちにも非常に慕われていました。その一方で何か問題があった時には誰にも相談せずひた隠しにし、自分一人で抱え込むことが多かったのです。誰に聞かれても絶対に妊娠を認めなかったのは、その異常なほど秘密主義な性格が関係していると考えられます。その性格が作られた理由はエミリーの幼少期にありました。エミリーは幼少期、実の父親と継父とそれぞれ暮らした経験があるのですが、彼らにはいずれも虐待的な傾向が。ベトナム戦争の帰還兵で PTSD やアルコール依存症の問題があった実の父親は、エミリーの母親に日常的に暴力を振るっていました。そして実の父親が他界すると継父との生活が開始。継父は異様に神経質で、冷蔵庫の食べ物に自分の名前を書き、家族が食べると怒ったり、ソファーに座っただけで家具が痛むと怒ったり、息が詰まりそうなその環境で育ったエミリーはいつしか自室に引きこもり、自分のことを何も話さなくなってしまいました。彼女はこの時、周囲との衝突を避けるために自分の感情を押し殺し、何か問題があっても隠す癖を身につけたようなのです。これはちょっと複雑な幼少期よね。ここまで聞いてると、妊娠してるのに気づいてなかったっていうより、知ってる上でさ、隠してるようにも見えない？実はね、最初は気づいた上で隠していたんです。ただね、この後のある出来事で追い詰められていったエミリー。次第にね、妊娠していないっていう自己暗示をかけるようになっていったんです。実はエミリーには一人だけ妊娠の事実を打ち明けた人物がいました。その人物とは、大学1年の終わりに別れた元彼のライアン。破局後もライアンとの関係がずるずると続いていたことから、エミリーはお腹の子の父親は彼だと思っていました。そして二人は一度中絶クリニックへ向かおうとしたのですが、道中で激しい嵐に見舞われ、ハイウェイパトロールに止められてしまいます。この時、元彼のライアンはエミリーにこう言いました。また今度なんて、時間取れないぞ。もうじき野球のシーズンが始まる。お前の妊娠よりも、そっちのが大事なんだよ。
野球部に所属していたライアンは元恋人の妊娠よりも試合を優先。それでいて彼は自分の両親に妊娠の事実を知られることを恐れており、エミリーと距離を置いたのはそのことが本当の理由だったとも捉えられます。こうして唯一相談した相手にさえ突っぱねられてしまったエミリー。ここから彼女は不自然に階段から転げ落ちる、陣痛を誘発するサプリを大量に飲むなど流産を意識した行動を繰り返しました。エミリーは一人で中絶クリニックに行く勇気が出ず、お腹の子を自力で中絶しようとしていたのです。そしてライアンに邪険に扱われ、余計に周囲に相談できなくなってしまったエミリーは友人にも嘘をつき続けました。そうやって演技を続けるうち、自分でも本当は妊娠していないのではないかと思い込むようになったというのです。子供が欲しいって思ううちにさ、本当に妊娠してるみたいな状態になる。想像妊娠みたいなことってあるじゃない、その逆みたいなこと、まさにその通りで、妊娠避妊と呼ばれるんです。この状態に陥った人は、想像妊娠の症状も逆で、まるでね、妊娠してない時の体の状態になったりする人もいるんです。というわけでね、本日のメトラキーワード、妊娠避妊について。妊娠避妊とは、妊娠の事実を受け入れられないあまり、意識から排除してしまう心の防御反応。この状態に陥ると、腹部の膨らみが抑えられる、つわりや嘔吐の症状がなくなるなど、妊娠症状が現れにくくなることも。この現象は心理的に妊娠を受け入れられていないために、脳からの指令に異変が現れた結果で、当事者の妊娠していないという思い込みをより強固にしてしまいます。エミリーが妊娠避妊の状態に陥った要因の一つは、幼少期に虐待を経験した女性に多く見られる、問題を解決するのではなく無視しようとする心理傾向。そしてもう一つは、エミリーが所属していたソロリティの学業優秀で社交的、道徳的に優れた女性を目指したいという意識の高い女性が集まる文化的背景。望まない妊娠は、ソロリティにおける地位を脅かす要因となり、エミリーの心理的プレッシャーになっていた面があると考えられるのです。いやだからソロリティがこれ優等生コミュニティだったからこそ、妊娠したってことを相談しにくかったわけね。そうなんですよ。相談しにくいなんてね、言ってる場合じゃないって言えばそれまでなんですけど、ただ本人にしかわかんないことってあるっちゃあるじゃないですか。そしてね、この後エミリーはついに出産の時を迎えるんです。なかったことに。2015年4月22日の早朝、寮の1階、スタディルームにあるトイレで、エミリーはもう何時間も苦痛に顔を歪ませていた。ルームメイトには胃腸炎と話したが、尋常でないその痛みは明らかに胃腸炎などではなかった。エミリーはごまかしのつもりでそう言ったのか、それともそうであってほしいという彼女の願いだったのか。そしてついに、その時は訪れた。便器の中に産み落とされたその子は顔だけが水から突き出しており、空気を求めているようなかすかな喘ぎ声を上げた。エミリーはちらりとその子に目をやった後、息を切らしながら自分の体内に残っていた胎盤を引きずり出した。大量に溢れ出す鮮血。エミリーは構わず立ち上がると、血を流しながらもキッチンへ向かい、一本のナイフとゴミ袋を持ち出した。トイレへ戻った彼女は、生まれてきたばかりの子供と胎盤をつないでいたへその緒を切断。早くなんとかしなきゃ。エミリーは無我夢中で、便器の中から子供を拾い上げると、手にしていたゴミ袋に押し込んだ。エミリーは新生児を入れたゴミ袋を寮の外のゴミ捨て場に放置。その子は間もなく袋の中で窒息死しました。そこから彼女は胎盤を無理やり流そうとしたため、トイレが詰まって溢れ出し、床が一面血まみれの状態に。エミリーはペーパータオルで必死に掃除をしたと言いますが、出産を終えたばかりの体ではもはやどうにかできるものではありませんでした。生まれてきたこのことなど気にも留めていないエミリーのその振る舞いは一見して非常に冷酷。しかしそれはわざとやっているのではなく、彼女はおそらくこの時の行動に実感がありません。妊娠避妊の女性はエミリーと同じく陣痛を腹痛と勘違いし、トイレで出産することが多いと言います。その際、本人は妊娠していないと思っている関係から、ほとんどの人がパニックを起こし、急性乖離反応の状態に陥るのです。急性乖離反応は、自分に起きている出来事が他人に起きていることのように見える、一時的に記憶がなくなるなどの精神的混乱を伴うもの。そのため、自分が何をしている
るのか、その時点では実感がない人が大半なのです。出産を終えた後、エミリーは大量に出血しているにもかかわらず、出産したことを知られるのを嫌い、病院には行きませんでした。その上で寝ている間に失血死しないよう、数時間後にアラームをセットし、ソファーで仮眠を取ったのです。驚かされるのは、その日の夕方のエミリーの行動。ルームメイトに誘われた彼女は出血をごまかしつつ、足を引きずりながら、マクドナルドへ夕食を食べに行きました。その後もいつもと変わらず自室で大学の課題に取り組んでいたというエミリー。その間、彼女は元彼のライアンに次のメッセージを送ったといいます。赤ちゃんはもういない。処理したわ。本当に自分では何をしたんだろうってさ、曖昧に思ってるような行動をとってるわよね。本当にね、自分のことでいっぱいいっぱいで、出産したことをね、早く隠さなきゃとしか考えられなかったようなんです。取り調べにおいて、当初妊娠などしていないと真っ向から否定していたエミリー。彼女はその後、妊娠していたかもしれないけど知らなかったと供述を変え、最終的にはトイレで子供を産んだことを認めました。すぐに通報しなかったのは、妊娠を知られたくなかったため。そしてその後の行動について、子供のことよりも自分の体調やトイレを片付けなければという考えで頭がいっぱいだったとエミリーは語ったのです。また彼女は自分のことを化け物のように感じるといい、時間を巻き戻せるなら通報していたかもしれないとも話しました。このほか、エミリーは元彼のライアンに妊娠を相談するも取り合ってもらえず、一人で悩みを抱えることとなりましたが、この後驚くべきことが判明します。実はエミリーのお腹の子は、ライアンの子ではなかったのです。DNA 鑑定の結果、お腹の子の本当の父親はエミリーの高校時代の元彼だと分かりました。事件の話を聞くと彼はこう言ったと言います。エミリーはすごくいい子なんです。まさかこんなことになるなんて。もし妊娠の事実を相談した相手が彼だったら、ひょっとすると同じ結果にはならなかったかもしれません。事件から1年後の2016年5月から6月にかけて、エミリーの裁判が行われました。罪状は加重殺人、死体損壊、証拠隠滅、新生児を遺棄して死亡させた事件は2002年にくしくも同じマスキンガム大学で起きており、その際、その女子学生に下された判決は懲役3年でした。一方で同様の罪を犯したエミリーの判決は、仮釈放なしの終身刑。前例に比べて明らかに重いこの判決は、犯行直後に元彼に送った赤ちゃんを処理したというメッセージなど、彼女の反省のなさを加味したもの。裁判官はエミリーが書いた謝罪の手紙についても、短い文章の中で私という言葉が15回も出てくると指摘。自分のことしか考えていない人間の文章だと厳しく断じました。しかし結局は、弁護人が妊娠否認という心理的な背景を十分に理解しておらず、また裁判官が専門家の証言に偏見を持っていたとされ、量刑見直しに。事件から8年後の2023年11月、最終的には最低20年仮釈放なしの終身刑となったのです。専門家の分析でも、エミリーは出産時、起きていることを現実と認識できない急性乖離反応の状態にあったとされています。望んでいないにもかかわらず子供を身ごもり、その命を奪ってしまったエミリーの罪は一生消えることはありません。一方で幼少期から自分の気持ちを抑圧して育ち、元彼への妊娠の相談も突っぱねられてしまった彼女には被害者の側面もあるのかもしれません。この事件は身勝手な殺人だったのか、それとも母となるはずの女性が精神的に追い詰められてしまったゆえの悲劇だったのか、あなたはどう感じますか？おさすけちゃんです。ちょっと皆さんにね、ご報告がありまして、3月の28日に大阪でイベントやるよって何回か言ってたんですけど、しっかり準備したいってことで、本当にちょっと申し訳ないですけど、4月の18日の土曜日にね、変更となりましたので、まだね、販売開始してないとはいえね、その日もし開けてくれてる方もいたかなと思うんでね、本当に申し訳ないんですけど、日程変更とさせていただきまして、その代わりね、いいお店を用意してね、みんなとご飯食べながらね、話し合えればなと思いますんで、イベントっていうよりはファンミーティングみたいな感じでね、実際にゆるくね、僕とかヤミゴさんとね、話せればなと思いますし、僕らもね、すごい楽しみにしてるんで、ちょっとね、いろいろ裏で準備することもありますので、3月の28だったものが4月の18日土曜日に変更ということでね、変更のね、謝罪っていうのも含めてね、動画撮らさせていただいたんですけど、改めてね、その代わり4月はね、大阪盛り上げていきますので、僕ら東京以外で言うとね、初めてのね、イベントではございますのでね、しっかりね、準備してね、当日を迎えたいと思いますので、もうさすがに日にちね、よっぽどの天変地異とか起こんない限りね、やんないんで、ぜひね、皆さんとね、お会いできればと思いますのでね、大阪、そしてね、関東、もしくは全国からね、わざわざ大阪来る方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、ちょっとその時
時にね、実際にお会いしてね、お話できればと思います。というわけで皆さん、すいませんでした。そして当日はよろしくお願いします。待ってまーす。